今回は、あまりにも弱すぎるカードを紹介します。前回は最弱カードの中でも愛されし7人の戦士、七英雄について動画を出しましたが、この動画ではそれに肩を並べるほど弱いカードをピックアップしました。それじゃあ、早速参りましょう。デクスノーブル。2007年に登場したバイオレンスヘブン第1弾に収録されたベリーレア。効果は、2マナ戦で、攻撃の代わりにこのカードと、マナゾーンのカードを8枚タップして発動してもよい。水文明以外の文明を1つ選び、デッキ上から2枚を表向きにする。その中から選んだ文明のカードを手札に加え、残りを好きな順序でデッキ下に戻す。水文明以外の選んだ文明しか手札に加えられないくせに、その効果を発動するのに8マナもタップする必要があります。本当に何書いてあるか目を疑うレベルで弱いカード。単純に2枚ドローしたいのなら3マナのエナジーライトで OK。デッキ下に固定したいならスペースクローラーなど、大体カードは山のように見つかります。この程度の能力はマナのタップが不要なレベルなのにもかかわらず、なぜこのような厳しすぎる条件が付けられたのかは不可解。おまけにこのカードはベリーレアです。同期の同レアには激アラストアバタールといった、有用なカードが揃っていたため、当時このカードを引き当てたプレイヤーが、どれほど落胆したかは想像に余るものがありますね。基本的にこき下ろすような寸評を掲載しない公式ガイドブックにさえ、割に合うと難色を示されている始末。サーベルフィーリでマナをタップせず能力を使用することはできますが、最大2枚のドローしかないギャンブルに、このカード含めてすでに2枚使っているため、有効な使い道ではないでしょう。あまたの天才 DMP が一晩考えても、こいつの有効な使い道は思いつかないレベルで、紛れもない最弱カードの1枚と言えます。ちなみにイラストだけは美しいのが惜しいんですよね。グレートムダ。2016年に登場したこのカード。この呪文はご覧の通り、1マナで効果なし、いわゆるバニラ呪文となります。その名が示す通り、文字通り無駄の一言に尽きるカードであり、能力を持たないため、詠唱後は即座に墓地へ送られ、手札とマナ1枚ずつの無駄となります。公式サイトの Q&A にて、このカードには、効果は一つもないのですかという質問に対して、一つもありません。有効な使い方は君次第、と答えられている始末であります。一応、使い道としては、1マナの軽量呪文というところが、例えば呪文を唱えたら誘発する効果や、唱えたことでグラビティゼロの条件達成などできますが、非文明の1マナ呪文には優秀なカードが多くあり、グレートムダの完全上位互換は多数存在しているため、わざわざこのカードで呪文から打ちとか、そういった使い方をする必要は全くありません。どれだけ使い道を考えても、結局無駄という結論に至る秀逸なカードなのです。ちなみにこのカードの元ネタは、実在するプロレスラー、グレートムタ氏であります。イラストもグレートムタ氏の決めポーズのパロディとなっていますね。守護と偶然の象徴。2004年に登場したエターナルアームズ第2弾に収録されたカード。エターナル呪文の同期となりますね。4マナのシールドトリガー呪文。デッキ上から4枚を表向きにして、その中からブロッカーを持つカードを手札に加え、残りを好きな順序でデッキ下に戻します。4マナ使って条件付きのサーチ能力。しかもデッキ上4枚という限定範囲。せめてブロッカーすべてを手札に加える効果だったらマシなのですが、1枚というのが本当に弱い。同じコストでありシールドトリガー呪文ながら、デッキ全体から好きなカードを相手に見せることなく手札に加えられる。クリスタルメモリーがすでに第1弾から登場しています。最初期に登場したカードにスペックで圧倒的に負けているため、もはや誤色を疑うレベルで弱いこのカード。能力のテキストも若干おかしくて、ブロッカーを持つカードを自分の手札に加え、とあり手札補充の枚数に指定がないのに、その直後に、他の3枚をと、1枚しか手札に加えていないことを前提としたテキストになっています。このことから本当に誤色を疑われていたのですが、実際に手札に加えられるブロッカーは1枚だけでした。先も言った通り、もしブロッカー全てを手札に加える効果だったり、もしくはブロッカー1体を場に出す効果だったら、評価はまるで違ったカードだったでしょうね。ちなみにデュエプレではブロッカー全てを手札に加えるという効果に変更されています。よかったね。ビアンカス。2003年に登場したインビジブルソウル第2弾に収録されたカード。6マナ3000の攻撃できるブロッカー。攻撃する代わりにタップすることで、場のクリーチャー1体をブロックされなくしても良い。
さて、このカードの弱さが伝わるでしょうか？一見地味に見えるこのカードですが、これまでの最弱カードがわかりやすい最弱ならば、こいつは中途半端を極めた結果、最弱カードに名を連ねたカードとなります。まず自分が持つ効果が噛み合っていない件、ブロッカーとタップトリガー持ちのため、タップトリガーを使用したらブロッカーの意味をなさず、ブロッカーとして運用するとタップトリガーが死ぬという、使い勝手の悪さを誇ります。そしてマナコストと低パワー、そもそも1体をブロックされなくする効果を、6マナでする必要はありません。ソニックウィングという3マナの第1弾のカードで十分です。しかもタップトリガーのため、召喚酔いがあります。なので出した次のターンでないと使用することはできません。もし使用しても、たった3000のパワーは簡単に除去されてしまいますね。そして種族は C ハッカー。ドマイナーなこの種族は、もちろん種族サポートはなく、進化クリーチャーすら存在しません。有名どころでディオーネとアドラスさんぐらいでしょうか。歴代デュエマでも約20種類ほどしか存在しない希少種族となります。つまり種族デッキという遊びの場面ですら、C ハッカーデッキなんてそもそも作れないレベルなので、採用云々の話にならないわけですね。以上こんな感じで、何もかも絶妙にダメなこのカード。イラストの古代生物感は好きです。翌新竜クスダルフ。2004年に登場したエターナルアームズ第1弾に収録されたカード。5マナ7000でダブルブレイカー。パワーアタッカープラス4000で、当時では貴重な軽量アースドラゴン。破格のスペックを持つカードなのですが、それら全てがどうでもよくなるほど、あまりにもデカすぎるデメリットを抱えています。自分のターンの初めに、マナのカードをアンタップできない。つまり使用してタップしたマナは、こいつがいる限り起き上がることはなく、行動がかなり制限されてしまうというもの。このクソみたいなデメリット能力を見た後、先の破格のスペックを見てみると、もう破格のスペックどころではないですよね。このデメリットに対してこのスペックは弱すぎます。活用方法としては、相手からすれば放置しておくだけで得であるため、疑似除去耐性を用いて特攻し続けるか、カチュアなどで使い切る方法。また、制限されるのはターン開始時のアンタップのみであるため、エンチェントホーンなどの効果を使えば、再びマナを利用することはできます。また、5マナの自然ドラゴンということで、ドギラゴンバスターやプチョヘンザなど、最強革命チェンジクリーチャーにつなげることで、一末の可能性を帯びるに至りましたが、こいつでいい理由が全くないため、儚い夢となり散りました。この通り、どう考えても存在意義を見出せないカードであり、許容できないほど大きすぎるデメリットの割に、カスみたいなカードパワーのため、最弱カード候補に名を連ねて叱るべき一枚だと言えますね。フーマフォラス。2006年に登場したスペクタクルのバー第2弾に収録されたカード。5マナ9000のダブルブレイカー。先のクスダルフ同様、破格のスペックではありますが、こいつもデカすぎるデメリット効果を2つも持っています。1つは、自分の他のクリーチャーを場に出した時、そのクリーチャーを破壊する。2つ目は、自分のマナにカードを置いた時そのカードを墓地に置く。あまりにもデカすぎるこのデメリットは、もはやまともなプレイができなくなるほど致命的で、要はこいつがいる限り、自分はクリーチャーを出しても破壊され、マナを貯めることもできなくなります。ましてやフーマガルマジアスなど、強力なグランドデビルが一つ前の段から存在していたり、チリネギスというデメリット効果を消しただけのようなカードもいるため、本当にこいつの採用理由はありません。もし使うとすれば、このデメリット効果を利用して、思いもよらぬコンボやループに使用することですが、こんな話はこいつの登場からずっと言われ続けており、2022年の現在、およそ12年の年月が経っても、そんな実用的なコンボやループは未だ発見されていません。ただ、持っていていいカードかもしれませんよね。だってジャスカが殿堂入りする未来なんて、一体誰が予想できていましたか？もしかしたら金を買うよりいい投資になるかもしれませんよ。ちなみにこのカードは先のクスダルフと並び、歴代デュエマで最もデメリットの大きいクリーチャーと言われています。以上、最弱カードをまとめてみました。いかがだったでしょうか？厳選した6枚でしたが、他にあればぜひコメントから教えてください。ちなみにこいつらは最弱カード候補ではありますが、七英雄入りはできません。だって七英雄のように愛される要素がないからです。七英雄に名を連ねるには、ただ弱いだけではいけないのです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。